はい、YouTube! 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。今回ですね、前回、予告したんですけど、このアルテグラの、ホイールのスポークのね、テンションをニュッと、貼り直しをしてみようかなと思います。はい。で、こちらに筆取り台も置いてあります。まあね、いろいろ大変なことがあるんで、あとね、結構スポークの張りって緊張するんで、頑張ってやろうと思います。はい。では、これから始めてみます。はい。じゃあ、ロードの、こっちもセットしてみましょう。はい、セットしました。はい、そして、こちら閉めていきます。閉めてっていうか上げていきますね、これ。で、これも閉めていきます。はい、じゃあちょっと回しますね。はい、ね。もうこれね、2年乗ってんのかな。もう2年ぐらい、このアルテグラのホイール乗ってますけど、距離は、もう7000キロぐらいは乗ってるかな。触れてないじゃあちょっとね、触れてないんですけど、もう一つ、テンション見ていきましょう。せっかくだから。テンションはどうか。テンションが弱まってないかどうか。はい。ちょっとこちらのテンションメーター、ちょっと安いやつなんですけど、買ってみました。これでちょっと計測してみます。で、はい。これ見てください。これ今、ウェブからね、ダウンロードしたやつをちょっと印刷してるんですけど、アルテグラのスポークのテンション値っていうのがこれでわかるんですが、はい、100から140ぐらいフロントね、キログラムフォースってことですね。力ってことです。はい。それだけの力がかかりますっていうことですね。これ上の方はニュートンです。この100から140キログラムフォースっていうことで、ですね。で、こちらのスポークでね、これややこしいんですよ、これ。これでスポークのところをこうやって測るじゃないですか、テンションを。で、テンション測って、で今ね、38とかなってるんです。で、38っていうのはこちら側に書いてある換算表なんですけど、この38っていう数がテンション実はキログラムフォースはいくつなんですよっていうのを見るやつです。で、このスポークのサイズがここでポイントになるんですけど、このスポークのサイズはどうだ 2.3 の 1.2 これです。長い方が 2.3 で薄い方が 1.2 なんですね。で、先ほど測ったのが38なんで、ずーっとどこだ38のとこからずーっと見ていくと104、テンションが104じゃない116ですね。110ちょっと待って、おい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 って感じでわかんなくなっちゃう。38でですね、 2.3 の 1.2 101ってことで、今
これですね、100から140キログラムフォースなんで、今一番最低ぐらいのところまで来てます。今の1本だけ測ったやつは101でした。で、これね、実は全部測らないといけません。で、これ全部測って平均を出さないといけないんですけど、はい、これね、全部測ったやつ、平均出してあります。3.8、38です。結局やっぱり101なんですよ。ってことは、テンション、ちょっと低いです。低いっていうか、一応範囲内なんで、まあいいかなっていう感じはします。ただ、これ140まで上げると、結構張りのある、ギュッと張りのあるホイールになります。で、緩めると、これってね、ショックアブソーバーみたいなもんで、緩めると、こう、ふわふわ、どっちかというとふわふわする感じになって、張ると、硬い感じになる。柔らかいか硬いかっていうことを、ここで選ぶことができます。まあ、100から140まで OK ってことなんで、今は一番柔らかい設定にちょうどなってるかなっていうぐらいの、そういう状態です。なんで、このままでも OK です。だけど、ここでね、ちょっとだけ締めておかないと、まあちょっと格好もつかないかなというところで、ちょっとだけ締めましょうか。はい。でね、アルテグラのホイール買うとね、こういうスポーク用のレンチがくっついてます。このスポーク用のレンチって、こっちが回す方で、こっち側はスポークが回した時に一緒に回らないように、要はこれってなんでこうブレード型っていうか平らになってるかっていうと、風切りがいいように平らになってるんですね、丸じゃなくて。で、なんでどういう風に使うかというと、まずここのこのバルブのとこというか、ここに入れといて、でこっち側で回らないように押さえるんですね。その状態で、そういう状態にしといて、こいつをグリッと回す。はい。で、これで、回していくんですけど、これをここ一箇所だけやって測るんじゃなくて、ぐるーっと一周少しずつ回していきます。で、一周やったら、また測ってみます。というのはね、こっち側からも引っ張ってるし、こっち側からも引っ張ってるんで、両方で引っ張ってやっとなんで、やっとっていうか、まあ、均等になるっていうか、だから片側だけ締めただけだと偏っちゃうんでね、両方とも同じように締めてあげるということが必要になります。はい。まずはね、一周すべて、90度ずつ締めていきます。これね、結構本数が多いと大変ですよ。で、次はですね、全体のテンションを確認していきます。で、だいたいテンションが同じかどうかっていうのをずっと見ていって、ちょっとね、弱いやつはここでちょっと同じぐらいとか強くしたり、強いやつは弱くしたり、まあそういった調整を、ずっとしていきます。はい、かかりましたけど、調整終わりました。ちょっとガチめにやろうかなと思って、外しました、タイヤ。はい。でですね、まずは縦揺れ取っていきます。縦揺れなんですけど、まあこんな感じで
下に持っていきます。で、縦揺れの場合、こう当たるとこありますよね。なんか、当たったり離れたり、当たったり離れたり、当たったりっていうのが繰り返されますけど、まあ当たってるところを離したいときは、当たったところの、ニップルを締めてあげる。単純にね。ここちょっと当たってるんで、ここ締めてあげる。逆に締め切らない場合は、まあ離れてるところを緩めるっていう手もありますけど、まあそんな感じで調整していきます。よし。じゃあちょっと当たりがね、きついところをちょっと調整してみましょうか。でね、この場合、この当たってるところが、この位置。この位置。だとします。この位置ですね。その時は、こことここを締めてあげる。この時はね。で、このね、そうそう。アルテグラの場合、普通と逆で時計回りで締まります。普通はね、ニップルを後ろから入れて、で、回すことによって、ちょっとこうやってですね。ニップルを後ろから入れて、スポークをこっちから入れて、回してスポークを引っ張るんですけど、こういうの場合は、ニップルの中にこういう、ニップルを、まあ、ニップルって言い方しないんですけど、スポークの中にこのニップルを入れといて、スポークの一番向こう側でギューってスポークを引っ張っていくっていう、そういうタイプなんですね。なんで、こっちのホイールの方にネジが切ってあります。これがぐる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 って入っていくんで、普通と反対回しになりますね。なんで、これちょっと気をつけてください。さっきね、それ言わずにずっと作業してたんで、これ締めるんで、こちらへ回します。こういう風に。で、今45度ぐらい回しました。これね、一気に1回転とかやらないように。特にね、今これぐらいの誤差しかないんで、誤差が少ない時は一気にやらない。ほら、これで今ここ当たらなくなりましたよね。さっきまでガーッと当たってたのが。はい。こういう感じで、これでね、この部分の縦揺れは治りました。はい。こんな感じです。で、他にもいくつかあったよね。ここもなってますね。なんで、ここも、はい、当たらなくなりました。あ、これで一周全部当たらなくなりましたね。どうでしょう。これでもまだふわふわしてるかな？少しふわふわしてるとこあるね。ちょっと上げていきます、また。うん。はい。これいいと思います。はい。縦ブレ、これで取れました。はい。で、次に、横振れね。横振れをまた取っていきます。
はい、いかがですか？いい感じで回ってますよね。まあ実際ね、タイヤを外してやっちゃった方が、楽です。特にね、アルテグラとかになると、まあ、回転のスピードとかもあるし、まあ、ちょっとガチで走ったり、ガチ近く走ったりすることもあるんで、まあちょっとホイールだけで、しっかりと調整しようかなと思って外しました。はい、続いてなんですけど、センターゲージ使ってみようと思います。こちらですね。はい。こちらセンターゲージって言うんですけど、これ何をするかというと、こういう風に、そうだ。まずどういうものかって説明しようか。このホイールが、こことここの真ん中にこのホイールがいるかどうかっていうのを調べます。なんで、こことここの長さを測って、今度そのまま反対側にここに持ってくる。で、それが同じであれば OK。違っていたらダメというやつです。はい。テンションだいぶ変えてるんでダメである可能性高いと思います。で、これを接触する状態まで持ってって、こうですね。で、反対側に持っていきます。反対側に持っていくと、はい、これ見てください。今、わかる？ここちょっとずれてるでしょ。この場合、今からこっち側に引っ張ってるやつだけを少しずつ締めていきます。ここでね、90度ぐらいずつまたね、すべてのスポーク、すべてのじゃないですね。この上側の方のスポークだけを締めていきます。はい。じゃあちょっと測ってみますね。はい、これで今ぴったりに合わせました。反対側を見ます。反対側はだいぶぴったりしました。ほぼ OK ですね、これ。3つともくっついてますね。はい、センター出ました。で、センター出たんですけど、センターが出たら、結局ね、センターが出たら、またね、リムいじっちゃったんで、触れ取りしないといけないんです。はい。またね、ずれてる可能性があります。なんで、触れ取りをしましょう。はい、結構ね、地道な作業でしょ？少しずつね、どんどんやっていく感じになります。はい、これでね、そんなにずれてないと嬉しい。はい、結構ずれてる。はい。しっかりずれてますよ。で、ここからは、縦フレ、横フレをまたね、取っていきます。今ね、横フレを取っているとこですね。で、この後、縦フレ取って、もう一回横チェックするかな。そんなような感じで、進めていきます。OK! はい。うまくいきました。これじゃない。よいしょ。そしたら、さっきのセンターをもう一回調べます。もうさっきとあんまり変わってないですけど、多分このままいけますね。はい。
あ、触ってますね。大丈夫。はい。はい、完成しました。はい、アルテグラのホイールテンションアップ。はい、これで完成しました。はい、結構ね、大変ですよ。まあね、マウンテンの時と違って、フレを取るだけではなくて、テンションを、設定っていうか、きつくしたんで、テンションね、もう全スポークいじるんで、そうすると、もう、バランスじゃないね。フレ、バラバラになりますね。縦にも横にもバラバラになります。で、それを、まあ、縦直して、横直して、センター直して、縦直して、横直して、センター見てってやって、出来上がりです。はい。大変でした。うん。まあ、ゆっくりやればできるんですけど、まあ時間はある程度かかっちゃうと思います。はい、そんな感じで、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、参考になったな、面白かったなって方、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。はい、チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。